Mr. Japanese Channel。 もう、また忘れちゃったよ、この漢字。わかる。僕もさっきまで覚えてたはずなのに、もう頭にない。何度ノートに書いても、次の日にはもう跡形もなく消えちゃってるんだもん。そうなんだよね。せっかく覚えたはずなのに、いざ使う時になると出てこない。頑張っても、すぐ真っ白になっちゃうの。もう嫌だ。もう無理だって。投げ出したくなる時もあるよね。本当に辛い。あるある。これってもしかして私だけなのかな？記憶力がないとか。いや、きっとみんなも同じだよ。日本語学習者の共通の悩みだ。絶対。本当にそう思う？この漢字の苦痛、誰かと分かち合って乗り越えたいよ。だからこそ、このミスタージャパニーズチャンネルがあるんだ。安心して。そうか。ここでみんなと解決策を見つけて一緒に頑張ろうね。あれ？二人ともどうしたの？疲れ切ってるね。あきちゃん、漢字が全然覚えられなくて、もうダメかも。何度やってもすぐに忘れちゃうんだ。そっか。でもさ、なんで漢字ってあんなに忘れやすいんだろうね。なんでって言われても、ただ難しいからじゃない？それもあるけど、実は丸暗記に頼りすぎてるのが原因だったりするんだ。無眼気が原因？そう。意味や文脈と結びつけないと脳が忘れちゃうんだよ。確かに。ただ書いてるだけだもんね。そう。だから、従来のやり方だけじゃ限界があるんだ。じゃあ、どうすれば？大丈夫。もっといい方法があるから。漢字ってね、実は部品に分けられるんだ。部品？そう。それを部首って言うんだけど、それぞれの部首に意味があるの。へえ、部首に意味が？そう？例えば、木っていう部首はそのまま木の意味だよね。それはわかる。じゃあ、この漢字を見てみて。例えば、安。ゆす。左が人でしょ？右は木。人が木に持たれてる。だから、休むなんだ。面白い。そうでしょ？人が木の下で休んでるイメージ。こんな風に部首から物語を作るんだ。物語。なんだか楽しそう。クリアス。でも、いつもこんなにわかりやすいの？もちろん。最初は簡単な漢字から練習しよう。じゃあ、次はこの漢字、林。これはどう？どんな物語が作れる？木が2つ。木が2つで、森の手前って感じかな。2本の木が仲良く並んでる。いいね。どんどんイメージが湧いてくるでしょ？確かに、ただ書くよりずっと頭に残る気がする。これなら忘れなさそう。それもすごく大事だけど、実はもう一つポイントがあるんだ。まだあるの？他にも方法が？そう。漢字は単体じゃなくて言葉や文脈の中で覚える方がずっと忘れにくいんだよ。なるほど。単語として覚えるってこと？そうそう。例えば、休を使った単語だと、休日とか休憩があるよね。確かに。休日は休む日って意味か。休憩は休むと行こう。
そう。その2つを合わせると、休憩になるんだ。じゃあ、休憩するで、ちょっと休むって感じですね。文脈で覚えるって、こういうことか。そう。じゃあ、健三、やすを使って何か例文作ってみてよ。僕が今日は休日だからゆっくり休もわかった。休は、休むってことだ。大正解。みつきも完璧だね。うん。漢字ってね、絵やイラストで覚えるのもすごく効果的だよ。絵で？どういうこと？う。どんな風に描けばいいんですか？例えば、木っていう漢字。耳と門でできてるよね。門のところに耳がある。そう。これを門の隙間からこっそり耳を傾けて聞いている人って想像してみて。あはは、なんかスパイみたい。確かに絵に描くと面白そうですね。でしょ？自分でちょっとコミカルな絵を描いてみるんだ。じゃあ、今から耳がぴょこっと出てる絵を描いてみよう。それ、絶対忘れられないですね。それが大事。語呂合わせも使えるよ。語呂合わせも？他にどんなのがありますか？そうそう。最近はスマホのアプリもすごく進化してるんだよ。アプリ？漢字のアプリですか？どんなのがあるんですか？特に感覚反復っていうシステムを使ったアプリがおすすめ。感覚反復？それって何ですか？忘れかけた頃にちょうどいいタイミングで復習を促してくれるシステムのこと。賢い。そう。脳の記憶のメカニズムに合わせてるんだ。ほら、ちょっと試してみて。お、これクイズ形式になってる。間違えたらすぐ答えが出る。でしょ？効率的に復習できるから定着率が全然違うよ。すごい。これなら続けられそ忘れにくくなる気がする。そうそう。あとね、漢字は教科書の中だけじゃないんだよ。どういうこと？教科書以外にも？そう。街中とか漫画、ニュース、どこにでも溢れてるの。ああ、確かに。看板とか、駅の名前とか。う。漫画のセリフもよく考えたら漢字だらけですね。そう。だから、日常生活で漢字に出会ったら、それも学習につなげるチャンスなんだ。意識したことなかったです。今まで見過ごしてた漢字、きっとたくさんあったな。これからは宝探しみたいに楽しんでみてほしいな。宝探し、面白い。街が漢字の宝庫だ。街を見る目が変わりそうですね。絶対、もっと漢字見つけられる気がする。僕ももっと意識して探してみます。そう。覚えるより忘れないための復習が一番大事なんだ。忘れないため？それがポイントなんですね。毎日短時間でも触れること。それが記憶を定着させるコツだよ。毎日ちょっとずつ？テストも定期的にですね。そう。自分の苦手がわかるからね。じゃあ、毎日復習して、週末にテスト。いいですね。計画立ててみよう。あきちゃん、聞いて。あの後から漢字が全然違うの。はい、本当に物語で覚えるのすごく効果的でした。おー、二人とも顔つきが全然違うね。もう忘れちゃうって焦りがなくなって、むしろ楽しいくらい。アプリも毎日使ってます。復習が本当に楽になりました。そうでしょ？漢字ってただの文字じゃないって気づいたかな？
はい。なんか、もっと奥深いっていうか、町坂の漢字を見るのも前よりワクワクします。それが一番大事なんだよ。漢字は探求するほど面白くなるからね。はい。もっといろいろな漢字に出会いたい。漢字への見方が本当に変わりました。感謝してます。よかった。これからもどんどん楽しんでいこうね。学ぶって忘れることへの挑戦でもあるんだ。挑戦ですね。確かに前は苦しかった。でもね、正しい方法を知れば、漢字はもっと楽しい冒険になるんだよ。はい。私たち本当に実感してます。うん。最初は無理って思ってたけど、今はワクワクするんです。漢字を見るのが毎日楽しみになりました。それが一番の変化だよね。苦手意識がなくなって探求心に変わった。まさに、新しい漢字に出会うのが宝探しみたいで。そうそう。だから今漢字で悩んでる皆さんにも伝えたい。今日ご紹介した方法、どれも本当に効果的でした。ぜひ皆さんも試してみてくださいね。漢字学習、一緒に楽しんでいこう。そして皆さんの漢字学習のコツもコメントで教えてください。どんな面白い方法があるのかな？待ってるよ。